んにちは。チキチキバンバンマリコです。しもです。はい。前回靴箱とかを作って玄関周りがほぼ完成しているんですけど、はい、あと一つだけちょっと作りたいものがあります。はい。それはですね、はい。この辺に木の棒をこう並べて、目隠しになるような間仕切りを作りたいなと思っています。はい。では今日も張り切っていきましょう。間仕切りのイメージなんですけど、こういう細長い板を縦にこういう感じで並べたいなと思ってます。天井はちょっとカーブしてるので、止め方を考えたいんですけど、一応天井まで伸びる細長い木をつけようと思います。はい。これがないとね、結構ベッドがねオープンに見えるんだよね。そうなんだよね。なんかさ、やっぱりね、キャンプ中とかにここで過ごしてる時とかに、なんかちょっとオープンすぎて、もうちょっとこうプライベート空間にしたいなっていうのがあって、目隠しになるような、こういうのがあるといいんじゃないかなと思って。全面じゃないんだけど片側、なんなら3分の1ぐらいのところにあるだけでも、だいぶイメージ変わると思う。でなんかね、こっちにいる時の気持ちも全然違う。なんか安心する、これがあることで。そうだね。あれだね。でもそうなるとこっち側欲しくないなんかそっちの人さ、こんにちはだよ。めっちゃ確かに。これ実はね、目隠しだけじゃなくって、ここにハンガーがかけられるようなフックをつけたいと思ってます。はい。あ、ちなみにここはここ。そう。間仕切りの下のスペースも今真っ白で、なんかもったいないなと思ったので、何かしら収納とかを作れたらいいなと思ってます。そうだね。小さい収納棚をここには作ろうと思います。はい。じゃあやっていきましょう。はい。じゃあ棚の枠を組み立てていきます。はい。できました。じゃあ壁に設置していきましょう。はい。この棚は少し浮かせて設置したいなと思うんですけど、浮かすところに L 字アングルを入れてしっかり固定したいと思います。ちょうどジャストサイズの L 字を発見しました。はい。やったちょっとね、これほとんど見えないんですけど、一応ね白のラッカースプレーがあったので、白の壁に合わせて塗装しようと思います。はい。若干見えるもんね。そうなんです。じゃあこちらの白のラッカースプレーを拭いていきます。はい。じゃあ密着の拭いていきます。はい。じゃあラッカースプレー拭いていきます。おー、綺麗。すごい。いいね、いいね。じゃあ2度塗りまでしたので、これで一旦乾かします。はい、乾きました。めちゃくちゃ綺麗になりました。既製品みたいなね。ツルツル、本当にこうやって作るんだね、既製品の白のやつも。ね。じゃあ止めていきます。はい。オッケー。ついた。ついた。いいね、綺麗です。はい。あ、全然目立たなくなったよ。マジ？やった。すごいね。すごい、よかった、本当よかった。もうなんか見えない。これをこの頭が白のネジで留めればもう全然見えないと思います。見えません。ちょっとさ、留める前に側面にボンドを仕込んでおきたいかも。確かにボンドはしたいね。じゃあ SG1 やっていきます。いい端材見つけた。めっちゃいいじゃん。じゃあつけます。はい。おー、いいね。本当に目立たないね。このネジもぴったり。オッケー。固定できました。はい。じゃあ棚のバーを黒に塗ります。なんか物が落ちないように引っ掛けたりとかするやつです。塗装できました。ちょっと乾くの待ちます。じゃあ最後にこれ、じゃあこれを2箇所ね、こことこっち2箇所つけていこうと思います。はい。
ボンドで留めたんですけど結構弱そうだったので、ここもちゃんとネジ止めすることにしました。はい。全然目立たなそう。いい感じです。あ、ほらね。ほらね。ほらね。円に打つの初めて。確かに。おお、すごい。オッケー。割れないかな。あった。終わった。割れた。辛い。ネジが太かったのと下穴が細かったのとで割れちゃったので、明日またホームセンターで買い直してやり直します。あ、そうだ、はい、このネジさ、これで留め直そうか。留め直そう。この黒の頭のネジはここのために買いました。はい。あとこの傘立ての上の部分なんですけど、今超強力磁石とくっつくような感じで固定してるんですけど、もうここは外れる必要がないかなということで SG1 ボンドでつけたいと思います。じゃあボンドでつけます。強力磁石は下の子に移植します。はい。あ、めっちゃ強くなった。おー、いいね。こっちの方がいいわ。素晴らしい。今日新しいの買ってきました。やっぱりこの細すぎて割れちゃったのかなっていうのもあるので、そうだね。一回り大きいのにしました。はい。ネジもめっちゃスリムなやつ買ったね。ちなみに今朝ちょっと引っ張ったら2個目も取れました。ということで切っていきます。黒く塗れました。そんじゃあリベンジでつけていきます。まずは両面テープで仮止めします。はい。はい、やりました。ということで昨日はネジの径がちょっと太めのもので割れてしまったところもあると思うので、すごい細いものを買ってきました。これでちゃんと固定したいと思います。はい。若干ずれちゃった。ゆっくりいきます。かわいい。いいじゃん、よかった。すごい見た目もいいし、しっかり固定された。バッチリ。やったー、できたー。おー、いい、かわいい。装飾用アイビーちゃん。お、アイビーちゃん最近大きくなったんじゃない？なんか育ったね。すごい。あら、かわいいじゃないの。合う、ここの色味に。ね。こういうロールとかも下の段に。おお、あ、めっちゃいいじゃん。いいね、高さいいかも。あとこれも刺してみて。はい。いい、なんかいいよ。かわいい。すごい、めっちゃいい。いいじゃん、炭酸も。いい、かわいい。でもこれが動いてた。でも運転中はね。ちょっと運転中はダメですね。運転中は。キャンプ場とかでね、やっぱなんか出入りの近くに棚あると嬉しいしね。なんか細々したさ、ものをここに置いとけるからいいよね。いいよね。はい、そういう使い方をしていこうと思います。はい、じゃあ次に間仕切りを立てていきます。この板をここに刺していくわけなんですけど、上は天井に固定をして、で下はこの棚と肘掛けの間にある溝に固定をしていきたいと思います。これが上も下もネジでしっかりガチッと固定しちゃうと、車の振動があった時に両方から押されたりして、でその力を逃がすことができなくて壊れたりとかしちゃうこともあるので、ちょっと力の逃げ場を作りたいなと思ってスポンジシートを買ってみました。このスポンジシートを入れることで衝撃を吸収してくれるんですけど、それだけじゃなくて、ここの溝がちょっと微妙なサイズ感なんですよ。ね、厚み違うんだよね。そう、これをね入れることで結構もうフィット感がすごいよね。これを挟んだ上でネジ打ちとかもして固定していきたいなと思います。はい。じゃあスポンジシート切ります。はい、スポンジシート切れました。
なんかいい硬さね、すごいフィット感。 OK、 じゃあこの木をこの壁とか天井の形に合わせて切っていきましょう。はい、一番難しいとこだ。難しい。やってみよう。じゃあちょっと一旦切ってみます。はい。できました。どうかな。どうかな。いくね。お、めっちゃぺったりかも。ぺったり。めっちゃぺったり。角度はすごいぺったりぺったり。もうちょっと右にやりたいので5ミリぐらい下を切ろうと思います。はい。じゃあ合わせてみます。はい。どうや。待ってくれ。おお。ぴったりぴったりできた。いい。ぴったり。やっと1本めっちゃ時間かかった。ね。3、4回、4回ぐらい。微調整すごい重ねました裏で。よし、じゃあそれを固定してこう。今ちょっとね作業してたらカメラがいきなり落ちてデータが飛んでしまったんですけど、はい、この木は壁にコーキングで留めました。はい、ここにね本当は黒のゴムを一緒に入れる予定だったんですけど、やっぱり白い壁に黒のね、ポツポツがこうね出るのがやっぱりかっこ悪いなって思って、せっかく白い壁だから白いもので留めたいっていうことで弾力のあるこちらのコーキングで留めることにしました。はい、ちなみにこのコーキングは、このねタイルで使ったのと同じコーキングです。これがもう真っ白で私たちが使っているこのミルクペイントとの相性もよくって、ここにぴったりだなと思いました。ね、なんか色が褪せなくていいよね。ボンドだとどうしても黄色くなっちゃう。そう汚れちゃうんだよね。これとてもおすすめです。おお、ぴったり。できた。すごい。やったー。成長した。1日置いてコーキングが固まりました。あ、すごいしっかりついてる。全然目立たないね。本当に。じゃあ残り3本目からやっていきましょう。はい。ついた。帽子。はい、じゃあ4本目。はい、5本目。5本目。できました。はい。できた。はい、じゃあ洋服かけてみます。おー、2人分いける？おー、いけるじゃん。冬のジャケットとかここにねかけられるね。しかも2人分。じゃあかけます。はい。2人分いけるかな？おー、問題ない。便利。できました。やったね。大変だった。ね、結構大変だった。できました。できたね。めちゃめちゃ生活感出てきたよ。生活感溢れてる。こんな感じで。靴脱いで、貼って、靴は変えて。はいはい。で、ジャケットを脱いで。よいしょ。おお。疲れたね。ねえ。ここの広さも素晴らしいし、なんか全然こう嫌な感じなく、ジャケット脱いで出てきて、ここにかけれる。結構いい高さにあるねこれ。確かに一番かけやすいかもここ。よくあるハンガーラックってこの高さな気がする。
バッチグーなデザインでございます。ね、はい、ということで間仕切り完成しました。イエーイ。できるかなって思って心配だったところなので、ちゃんと形になってめっちゃ嬉しいです。ね、ここの切り返しのとことかどうしようって思ってたけど、なんかいい感じに収まったね。だね、なんか違和感も思ってたよりなかった。ということで、次の工程はついにようやっとベッドに入っていきたいと思います。はい、骨組みまでは作ってあるんですけど、まだ完成はしてないので、ついに完成に向けて制作していこうと思います。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。